顔が壊れた世界的ロックスター。1980年代世界中の若者を熱狂させたロックバンドデッド・オア・アライブ。来日公演では東京ドームが超満員、全世界で2000万枚のセールスを記録した。若者たちは夜ごとビジュアル系ボーカルピート・バーンズの歌で踊りまくった。しかしその後彼はなんと顔が壊れてしまったのである。1980年イギリス・ロンドン、デッド・オア・アライブはデビューとともに若い女性たちの間に一大センセーションを巻き起こした。もうピートって最高よね。見て見て、これ超セクシーじゃない？ほんとかっこよすぎ。いいわね。85年には大ヒット曲「You Spin Me Round」で世界17カ国で1位を記録。その後もヒット曲を連発。デッド・オア・アライブは一躍世界のスーパースターとなり、莫大な富と名声を手に入れた。ピートは豪邸で美しい妻と好きなものを好きなだけ買い漁る夢のような生活を始めた。しかしピートはなぜか満足できない気持ちでいた。実はさ、思い切ってやってみたいことがあるんだ。思い切ってって？整形手術を受けたいんだ。整形？実は当時カルチャークラブのボーイ・ジョージやデビッド・ボーイなど男でありながら美しく妖艶なスターたちが大人気だった。もっとカリスマであるためには彼らのように美しくなることが大切だと考えたのだ。決めた。鼻を整形しよう。本当にやるの？危なくないの？大丈夫？もちろん不安がないわけではないが、ピートの決意は固かった。大丈夫さ。男性的な鼻をスッとした鼻に変えたかったのだ。1985年彼は初めての美容整形手術を受けた。これできっと美しくなれる、そう信じて包帯を取ると、なんとスッとするはずの鼻は膨らみ歪んでしまっていたのだ。すぐに別の病院に行き手術のやり直し。今度はどうですか？完璧だ。満足のいく鼻となると欲が出てくる。先生、このほっぺたなんですけど、もう少しふっくらさせた方が魅力的に感じるかな。今度は頬を高くして彫りの深い顔にしたくなった。この手術でより理想の顔に近づける。ところがこれなら前の方がマシだった。再手術を受けて元に戻した。その後も美の追求は止まらず、おでこのシワを取り除くボトックス注射にも挑戦。そんな頃デッド・オア・アライブに異変が起こった。お前の感覚にはもうついていけないんだよ。じゃあな。メンバーと対立、4人のうち2人が脱退してしまったのだ。ふざけんな。さらにレコード会社とも揉めてイギリスでのレコード発売が途絶える羽目に。人気のある日本だけアルバムを何枚かリリースするにとどまった。当然収入も激減。それでもピートの美の追求は収まらなかった。38歳では唇の整形。薄い唇をふっくらセクシーに変えたかった。あなたにぴったりの新素材があるんですが、試してみませんか？先生に任せますよ。この注射1本だけでふっくらとした唇になります。大勢の人がやっている方法ですよ。
それはコンタクトレンズの材料にも使われる化合物でできた特殊なジェルを唇に注射する方法。このジェルならコラーゲンやヒアルロン酸などのように体に吸収されてなくなってしまうものではないため、整形にとっては理想的な物質なのだという。その効果は完璧だよ。すごいわ。セクシーで素敵よ。おめでとう。イメージ通りだ。本人は大満足だったが、素晴らしいよ。数週間後。先生、唇がしぼんできたけど、どういうことだ？吸収されないはずじゃ。どういうわけか、ジェルが吸収されていました。安全なものですから、追加の注入をしましょう。体に吸収されないはずの特殊なジェル。医師は不思議に思いながら10日おきにジェルを追加した。しかし、おかしいですね。また小さくなっている。もう少し足しましょう。今度は5日おきにジェルを追加した。すると、ピート？どうしたのその唇。痛みがひどいんだ。熱っぽいし。実は唇の中で大量のジェルを包み込むように肉芽腫というしこりができていた。しかし、大丈夫です。腫れた唇を上に持ち上げる手術をすれば何の心配もいりません。任せてください。なんと医師は肉芽腫を取り出さず、バランスの悪くなった唇の外見を治す手術をしたのだ。腫れた重みで下がった唇を手術で持ち上げた。それは最悪の傷跡となった。そしてピート43歳の時、激痛で目が覚め、なんとジェルの大量注入でできた肉芽腫からばい菌が入り化膿していたのだ。これがその時の写真。膨れ上がった唇から海が噴き出している。すぐに ICU に運ぶんだ。実はこの時ジェルが血液に入り込んで腎臓の血管を詰まらせていた。ピートは腎不全、腸障害になり、さらには失明の危機にも直面した。激しい全身の痛み、毎夜地獄の苦しみが続く。その後体調は徐々に回復していったが、もはや人前には出られる顔ではなくなっていた。あの栄光の日々はもう二度と戻らないのか。ピートは最後の望みを託しイタリアへ飛んだ。顔面再生を専門とする医師の診察を受けるためだった。かなりの重傷ですね。顔中にしこりができている。顔の皮膚を剥がして一つ一つ削り取っていくしかありませんね。おそらく唇も切り取って作り直さなくてはならないでしょう。すぐに顔面再生手術が始められた。皮膚をめくり肉芽腫を一つ一つ取り出す地道な手術が週に2回ずつ100回以上も行われた。さらにダメになった上唇を切り取り、そこに下唇を縫い合わせる。縫い合わせた部分が上唇に定着したら上下に切り分けるという方法で唇を再生した。これがその時の写真。口がわずかにしか開けられない状態なのがわかる。ピートは数週間喋ることもできない流動食の生活を強いられた。繰り返される手術で無残に崩壊した唇は徐々に改善していったが、この
の治療のためにピートは全財産を使い果たした。豪邸も手放した。それでも足りず、過去のヒット作全ての著作権も売り渡した。1年半に及んだ治療、どん底の生活、世間からも忘れ去られ、ピートには助けを求める相手もいなかった。そんな時、一本の電話が。ピート・バーンズさんですか？はい。チャンネル4のものですが、うちでやっている番組に出演していただけませんか？ぜひあなたにお願いしたいんです。私に一体何の番組なんですか？そしてピートは信じられない形で奇跡の復活を遂げるのである。顔が壊れ、全財産を失い、絶望の日々を送っていたピートに一本の電話が。それはあるテレビ番組への出演依頼だった。ピートが出演したのは、落ちぶれたセレブたちが一つの家で暮らすというリアリティ番組。この番組出演でピートは一気に注目を浴び大人気に。まさに完全復帰を遂げたピート。そんなピートに仰天スタッフは会いに行った。And it was tremendously expensive. And I really needed the money because I was told I'd never sing again and I didn't know what to do. And I was advised not to do it, and I had to. There was no option. I signed the contract, and I did the best I could. I walked into that house full of stitches and pain. 整形をしすぎて別人のようになったピート。これからに注目したい。